信じられない夜が、今まさに幕を開けようとしていました。ロサンゼルス、ドジャースタジアムを包み込む異様な熱気。その場にいた誰もが、今日は何かが起こる。そんな言葉にならない予感を胸に抱きながらグラウンドへ視線を向けています。そして、その期待の中心に立っていたのは、もちろんドジャースの大谷翔平。その一振りが世界を変えるかもしれない。そんな空気が球場全体を支配していました。相手はな、リーグ東地区を代表する強豪、フィラデルフィア、フィリーズ。強力な打線と安定した投手陣を誇り、どんな強豪相手でも簡単には崩れない難敵です。一方のドジャースにとっても、シーズン終盤へ向けて絶対に落とせない重要な一戦。スタンドを埋め尽くした観客はもちろん、日本中、そして世界中の野球ファンが、この試合の行方を固唾を飲んで見守っていました。翔平、大谷、場内アナウンスが響いた瞬間、球場全体が大きく揺れます。歓声は波のように広がり、無数のスマートフォンが一斉に打席へ向けられる。もはや大谷の打席は、ただの一打席ではありません。何かが起こる。その期待だけでスタジアムが震える。そんな特別な時間になっていたのです。そして試合開始、フィリーズの先発は150キロを超える速球と鋭く落ちる変化球を武器にする上、立ち上がりから力強いボールを次々と投げ込み、ドジャース打線へプレッシャーをかけていきます。しかし、そのマウンドを見つめる大谷の表情は驚くほど静かでした。余計な感情は一切見せない。ただ、この一打席だけに全てを集中させている。そんな研ぎ澄まされた空気が伝わってきます。迎えた最初の打席、カウントはあっという間に追い込まれ、誰が見ても投手有利の展開。スタンドからも緊張した空気が流れ始めます。しかし、大谷は一歩も引きません。低めいっぱいへ食い込むボール。鋭くスイング、ファウル。続く一球も、またファウル。球場が静まり返ります。聞こえるのは星のミットの音と、観客の息遣いだけ。まさに一球が勝負を左右する真剣勝負でした。そして勝負球、外角へ鋭く逃げていく変化球。決まったか。そう思われた次の瞬間でした。大谷翔平のバットが稲妻のような速さで振り抜かれます。乾いた衝撃音。誰もが打球を目で追いました。ライト方向へ一直線に伸びる8球。外足が懸命に下がります。しかし、その足が突然止まりました。届かない。次の瞬間、打球はフェンスを越えてスタンドへ一直線。第27号先制ホームラン。ドジャースタジアムが爆発します。大歓声が夜空を揺らし、ベンチからは選手たちが一斉に飛び出して大谷を迎えます。拳を突き上げる仲間たち、総立ちになる観客。誰もが笑顔で叫び続けています。それでも当の本人は大きく感情を表に出しません。ただ力強くベースを一周し、静かにホームを踏む。その姿に、逆に鳥肌が立つほどの存在感がありました。実況席からの興奮した声が飛びます。また大谷翔平が試合を動かしました。しかし、この夜はここで終わりではありませんでした。むしろ、ここからが本当の始まりだったのです。先制を許したフィリーズの、さすが強豪です。そのまま黙って引き下がるチームではありません。中盤に入ると鋭い連打で流れを引き寄せ、ドジャース投手陣へ次々と襲いかかります。長打が飛び出し、スタンドの空気も一変。先ほどまで歓喜に包まれていたドジャースファンの表情にも、少しずつ緊張が戻り始めます。それでもドジャースベンチには、不思議な落ち着きがありました。まだ終わっていない。選手たちは互いに声を掛け合い、グラウンドで必死に流れを食い止めます。その中心には、先制弾を放った大谷の存在がありました。そして迎える、この試合2度目の打席。その瞬間、球場の空気がまた変わります。観客は次々と立ち上がり、無数のカメラが再び追いへ集中。フィリーズバッテリーも慎重にサインを確認し、簡単には勝負できない相手だと改めて警戒を強めていました。初球、高めの速球。大谷は動きません。2球目、外角へのスライダー。これも冷静に見送ります。焦げる様子は全くありません。まるで、自分が待っている1球はまだ来ていない、と分かっているかのようです。そしてカウントが進み、迎えた3球目。投手が投げ込んだボールは、わずかに甘く真ん中へ。
その瞬間でした。大谷翔平が迷いなくバットを振り抜きます。いったー。実況席の絶叫と同時に、打球は高々と夜空へ舞い上がっていきました。誰もが総立ちのまま、その8球の行方を見つめていました。センター方向へ高く舞い上がった打球は、夜空に吸い込まれるような美しい放物線を描きながら、ぐんぐんと伸びていきます。フェリーズの外野手は懸命に背走し、フェンス際まで一気に駆け下がりました。しかし、その表情を見た瞬間、球場中の誰もが悟ります。もう届かない。次の瞬間、打球はスタンドへ飛び込みました。第28号ホームラン。しかも、2打席連続アーチ。ドジャースタジアムは一瞬静まり返ったかと思うと、その直後には耳をつんざくような歓声が爆発します。隣同士で抱き合うファン、頭を抱えて信じられないという表情を浮かべる観客、そしてベンチから飛び出してくるドジャースの選手たち、まるでポストシーズンを制したかのような熱狂が球場全体を包み込みました。実況席も興奮を抑えきれません。また大谷翔平です。止まりません。フィリーズ投手陣を完全に攻略しています。この一打は瞬く間に世界中へ届けられました。日本では深夜にもかかわらず、テレビの前で歓声を上げるファンが続出。アメリカのスポーツメディアも速報を打ち、大谷翔平、止まらない、衝撃の2打席連続ホームラン、と次々に見出しを並べ始めます。しかし、本当のドラマはまだ終わっていません。フィリーズも強豪の意地を見せます。失点した直後から反撃を開始し、鋭いライナーが次々と飛び出します。ランナーをため、着実に得点を重ねながらドジャースへプレッシャーをかけ続けるフィリーズ。試合は一気に緊迫した空気へ変わり、スタンドからは歓声だけではなく、不安と期待が入り混じったどよめきが広がっていきます。ドジャースがリードしているとはいえ、決して安心できる展開ではありません。わずかなミスが流れを変える。そんな張り詰めた空気の中で、再びあの男に打席が回ってきます。大谷翔平。今日すでに2本のホームラン。打席へ向かう姿が映し出された瞬間、球場中の観客が再び立ち上がりました。まさか、誰もが同じ思いを胸に抱きます。もし、ここでも打ったら、実況席から漏れたその一言に、多くのファンが息を飲みました。1試合3本塁打。夢のような数字。もちろん簡単に達成できる記録ではありません。だからこそ、その可能性が目の前にあること自体が信じられない出来事だったのです。フィリーズベンチも慌ただしく動き始めます。監督がベンチ前へ出て投手へ視線を送り、バッテリーは何度もサインを確認。勝負するのか、それとも歩かせるのか、ベンチ全体が難しい決断を迫られていました。しかし、最後に選ばれた答えは、勝負。マウンド上の右腕はゆっくりと深呼吸し、大谷を真正面から見据えます。逃げない。その覚悟が表情から伝わってきました。一方、大谷はいつもと変わらない落ち着いた表情。バットを軽く握り直し、静かに打席へ足を固定します。スタジアム全体が息を止めたような静寂。初球。低めいっぱいへ鋭く曲がる変化球。大谷は最後まで見送り、ストライク。場内から大きなどよめきが起こります。続く2球目。150キロを超える速球。鋭いスイングでファウル。簡単には終わりません。1球ごとに緊張感は高まり、スタンドから聞こえる歓声さえ小さく感じるほど、誰もが目の前の勝負だけに集中していました。投手は額の汗を拭い、捕手は再び慎重にサインを送ります。そして迎えた運命の3球目。外角いっぱいへ鋭く滑るスライダー。普通なら手を出せない絶妙なコース。しかし、その瞬間でした。大谷翔平の体がわずかに反応します。鋭く踏み込み、迷いなくバットが振り抜かれました。乾いた快音が球場中へ響き渡ります。打った瞬間、誰もが空を見上げました。白球は左中間へ向かって高々と舞い上がり、信じられないほどの勢いで伸び続けていきます。外野手は全力で追い続けます。フェンス際まで下がる。ジャンプの準備をする。しかし、その打球はまだ伸びる。次の瞬間、ドジャースタジアム全体を揺るがす。歴史的な光景が目の前に広がろうとしていました。その8球は、誰にも止めることができませんでした。左中間へ向かって伸び続けた打球は、フェンス際で最後まで追い続けた外野手の頭上を越え、
そのままスタンドへ一直線。入った。ドジャースタジアムが、この日最大の歓声に包まれます。第29号ホームラン。しかも、3打席連続ホームラン。あまりにも現実離れした一打に、球場は一瞬だけ静まり返りました。目の前で起きた出来事を誰もすぐには受け入れられなかったのです。しかし次の瞬間、その静寂は割れんばかりの歓声へと変わりました。スタンドは総立ち。チームメイトはベンチを飛び出し、笑顔でヘルメットを振りながら大谷を迎えます。ハイタッチを交わす選手たち。興奮のあまり叫び続けるファン。そして実況席からは何度も、信じられません。という絶叫が響き渡りました。この夜、大谷翔平が残した数字はあまりにも衝撃的でした。第27号、第28号、そして第29号。1試合3本塁打。歴史に刻まれる圧巻のパフォーマンスです。しかし、試合はまだ終わっていません。フィリーズは最後まで勝利を諦めませんでした。終盤に入ると打線が再びつながり、鋭い打球が次々と飛び出します。ドジャース投手陣は1球ごとにプレッシャーを受け、点差は徐々に縮まっていきました。スタジアムの空気が再び張り詰めます。3本打っても、まだ安心できない。そんな緊張感がグラウンド全体を包み込んでいました。野球は一人では勝てない。そのことを誰よりも理解しているドジャースナインは、守備でも必死のプレーを見せます。内野手は鋭い打球へ迷わず飛び込み、外野手もフェンス際まで全力疾走。ブルペンではリリーフ陣が肩を作り続け、ベンチのロバーツ監督も一球ごとに状況を見つめながら采配を振るいます。一方で、アメリカのスポーツメディアは試合中にもかかわらず大谷一色となっていました。大谷翔平、異次元の夜、球場を支配した3本塁打、MLB でも語り継がれる伝説のパフォーマンス。そんな速報が次々と配信され、SNS でも、大谷翔平の名前が世界中でトレンド入り、日本でも多くのファンがテレビやスマートフォンの前で歓喜し、本当に3本打ったのか、何度見ても信じられない、という声が溢れていました。それでも、大谷の視線は記録には向いていません。彼が見つめていたのは、ただ一つ、チームの勝利でした。そして迎えた9回、マウンドにはドジャースの守護神、フェリーズ打線は最後の力を振り絞ります。先頭打者は何度もファウルで粘り、一球ごとに球場の緊張感は高まっていきます。あと一人、あと一球、観客席から祈るような声が広がる中、フィリーズは鋭い打球を内野へ放ちました。その瞬間、球場が凍りつきます。しかし、ドジャースの内足が迷わず前へ飛び込みます。グラブを精一杯伸ばす。取った。大歓声がスタジアムを揺らし、ベンチからのナイスプレーという叫び声が響き渡ります。そして、運命の最後の打者、場内の大型ビジョンには、この日の大谷の成績が映し出されていました。3本塁打。誰もがその数字を見つめ、改めて歴史的な瞬間に立ち会っていることを実感します。それでも大谷はベンチで静かに戦況を見守るだけでした。自分の記録より、最後のアウト。それこそが、この試合で最も大切な瞬間だったのです。守護神が大きく振りかぶる。渾身の一球。打者が力いっぱいバットを振る。空振り三振。試合終了。その瞬間、ドジャースタジアムはこの日何度目かわからないほどの大歓声に包まれました。選手たちは一斉にグラウンドへ飛び出し、大谷を中心に歓喜の輪が広がります。笑顔、ハイタッチ、固い握手。誰もが興奮を隠せません。チームメイトは大谷の肩を叩きながら称えます。今日のお前は最高だった。忘れられない夜になった。敗れたフィリーズの選手たちも、その圧倒的な活躍に敬意を示しました。悔しさを抱えながらも、目の前で生まれた歴史を認めずにはいられなかったのです。試合後の会見では、アメリカメディアの質問が大いへ集中しました。何がこれほどの結果につながったのか、3本目を打った瞬間、何を感じたのか。しかし、大谷はいつもと変わらぬ穏やかな表情で静かに答えます。チームが勝てたことが一番嬉しいです。その一言に、この選手の全てが詰まっていました。個人記録よりもチームの勝利。だからこそ世界中のファンは、大谷翔平という選手に心を奪われるのです。この夜、夜空へ消えていった3本のホームラン。
第27号、第28号、第29号。それは単なる数字ではありません。限界を超え続ける一人のスーパースターが、世界中の野球ファンへ届けた希望と感動の証でした。そして、この伝説が終わることはありません。次の打席で何が起こるのか、次の試合ではどんな奇跡を見せてくれるのか、世界中の視線は、これからも大谷翔平の一振りに集まり続けます。